こんにちは、アカデミアの富尾です。富尾アカデミアニューベーシックは第7回になります。今日はベーシックなショートレイヤーです。ですが、サロンで使える丸みのあるショートレイヤーをカットします。できるだけシンプルに誰でも簡単にカットできるようにしたいと思います。はじめに、このチャンネルは世界各国の言語に対応しています。多くの言語は自動翻訳ができますが、まだまだ完璧とは言えません。ですが、大体のニュアンスはわかると思います。比較的正確に英語、中国語、韓国語、スペイン語、タイ語、ヒンディー語にはチェックして対応しています。合わせてご覧ください。今回は前回のウィッグを使い丸みのあるショートレイヤーをカットします。ショートレイヤーはスライス幅を狭く取る必要があり、その分正確性が求められます。その意味を後ほど解説します。ニューベーシックではサロンで定番とされるレイヤーを紹介しますので、実践に沿ったカット方法になります。できるだけシンプルに簡単にカットできるようにします。今回もまた初心者にも分かりやすいようにブラントカットでベースを作り、後にドライカットしていますが、慣れてきたらウェットカットの状態で毛先にチョップカットを入れてカットしたり、そぎを入れたりしてブロードライした後には仕上がるようにカットします。今回は分かりやすくするためにベースをウェットカットし、乾かした後にドライカットします。その分時間が長くかかっていますが、実践では時間短縮を目指していきましょう。では、はじめに仕上がりデザインをよく見ていただき、全体像を頭に入れてください。はい。イメージできたら早速始めていきましょう。では、動画をご覧ください。前回使用したウィッグを使って丸みのあるショートレイヤーを作っていきます。ベーシックとは言っても実践で役立つスタイルをカットします。ですので、なるべくシンプルにカットしますが、技術はミックスしたデザインになります。ブロッキングはセンターで分けて前頭部と後頭部を分けます。バックはセンターで分けてこのように頭の丸みに沿って少し前上がりに襟足部分を分け取ります。図のように今回は3ブロックに取りカットします。慣れてきたらブロッキングはなるべく少なめがよく2等分で取りカットしますが、ベーシックですので3ブロックでカットしていきます。少ない方が全体のつながりが意識できます。多くブロッキングするとそのパーツに意識がいき、角も多く残り全体を見失いやすくなります。第1ブロックはバックセンター。この部分は頭が一番出ているところより少し上から耳の付け根の少し上にこのように前上がりに取ります。丸みのあるショートレイヤーをカットしたいので、このように頭の丸さに沿って前上がりにカーブに取ります。ショートレイヤーをカットするときにイメージしておきたいポイントは、襟足部分と中間部、そしてトップ部分と3等分に分けた場合の考え方です。なぜそうするかというと、横から見て綺麗な頭の形にカットしようと思った時に、図の矢印のように理想的な頭の形をイメージしてカットします。襟足の A ブロック部分はレイヤーといってもグラデーションの角度でカットすると骨格が綺麗に作ることができます。次の B、中間部は頭に対して平行に引き、下からの流れに沿ってカットします。床に平行にパネルを引き、まっすぐ切り上げるイメージです。このシーズ、トップ部分は地肌に直角にパネルを移動しながら丸くカットするイメージです。理想的な頭の形をイメージしてカットすることになります。多くのサロンでバックは3ブロックもしくは4ブロックに分けてカットしていると思います。僕自身は襟足の長さが決まったら図解のように理想的な頭の形をイメージしてカットしていきます。こうすることで頭の形が多少扁平でもカバーされ綺麗な形になります。また図の矢印で示していますが、パネルの角を落としながら下からの流れに沿って理想的な形にカットしていきます。このことをイメージして各ブロックをカットしましょう。今回は同時に各ブロックの角を取りながらシルエットラインをカットしていきます。次のブロックをカットするときには、下のガイドの延長線上で図の矢印のように角を落としながら丸くカットしていきます。この上は下のガイドの延長線上でトップを丸くカットしていきます。慣れてきたらブロックは少なめが良いといった意味は、ブロッキングが少ないとパネルの引き上げ角度を細かく変化させてカットしやすくなるからです。
その分綺麗な丸みのあるシルエットが作りやすくなります。角が多く残るとヘアスタイルは崩れやすく長持ちしません。実際はウェットカットの段階でカットラインをチョップカットしたり、角を落としながらカットし、削ぎを行ったりしてブロードライした時にほぼ完成になるようにカットします。足りないところをドライカットして時間を短縮します。今回このブロッキングの考え方とオンベースでカットすること、ショートヘアはスライス幅が狭くなることを覚えると良いでしょう。なぜスライス幅を狭くしないといけないのか。幅を広く取るとスライス幅の中心と両端の長さが変わってしまうからです。ショートレイヤーはスライス幅を狭く取る必要があり、その分正確性が求められます。その意味はエイズのブルーの毛束をセンターで集めてカットした場合、ビーズの両端グリーンの丸とセンターでは長さが変わります。ですのでショートになるほどスライス幅は狭くし、この誤差を少なくする必要があります。詳しくはレイヤーの仕組み動画をご覧ください。それではバッグ中心部にモヒカンガイドを取ります。まずセンターの元になる最初のガイドをこのように取ります。襟足はすでに短いのでこの長さを生かしてカットしていきます。この第1ブロックをカットするときはこのような角度でカットします。当然元になるガイドですので、ここの長さを決定する場合、当然トップの長さも決まってしまいます。ですので理想的な頭の形をイメージして第1パネルのガイドの長さを決めます。ガイドができましたらバックセンターは半分に分けてやや斜めスライスに取ります。パネルの左右の引く角度はオンベースに引き、ガイドを確認してカットします。この頭の丸さに沿って、ここはこのように、次はこう、そしてこのようにスライスに沿ってパネルを取り、オンベースでカットします。できましたら反対側も同じようにカットしていきます。横スライスで取りチェックしてみます。横のつながりがきれいにできていなかったらオンベースでガイドを見て正確にできていないことになりますので、この段階でチェックしてみましょう。第2ブロックに入ります。慣れてきたらここはブロッキングなしでカットしていきます。今回はブロッキングします。頭の丸みに沿って、しかも前側が少し上に上がるようにブロッキングします。トップもこのように頭の丸みに沿って少し前側が上がるようにこのようにブロッキングします。次にこのようにバックセンターに木管ガイドを取ります。そして理想的な頭の形をイメージしてカットします。頭の丸みに沿ってオンベースでカットしていきます。
次は床に対して平行にパネルを引きます。この下のガイドの角を少し落としながら、このカットラインに沿って理想的な頭の形をイメージして、図の矢印をイメージしてカットしていきます。このように角を落としながらカットしていきます。時々このように横スライスに取り、横のつながりを確認しながらカットを進めます。この頭の丸みに沿ってこのようにオンベースに引きカットしていきます。こうすることで丸いショートレイヤーを作ることができます。反対側も下のカットラインの流れの延長線上でカットしていきます。できましたらトップセクションに入ります。まずセンターで分けて三角にパネルを取ります。バックから見るとこのように取ります。なぜ三角に取るかというと、このトップセクションの図のグリーンの丸印両サイドのガイドを左右対称にしたいからです。またこの部分は球体ですのでガイドを見失いやすく、必要なところの長さをカットしてしまうミスが多いところです。ですから必要なところの長さを確認し、どのようにカットするとミスなくできるかを考えながらカットする必要があります。三角のパネルをバック中心部に引き、下のカットラインの延長線上で理想的な頭の丸みに沿って徐々にパネルを引き上げながら丸くカットしていきます。トップ部分は縦スライスでトップの両サイドの付近までオンベースで丸くカットしていきます。そして図解のようにバックセンターとトップのガイドを確認しながらつないでいきます。このようにカットすることで球体にカットすることができます。そしてここの部分は先ほどのこのガイドを経由してトップセンターへとつないでいきます。ここのガイドです。反対側も同じようにカットしていきます。できましたらフロントサイドのカットに入ります。目尻の上がったラインでブロッキングします。次にこの下の部分を薄く分け取り、下のアウトラインを作ります。少し前下がりにカットします。手先を薄くしたい場合はパネルを頭皮から引き上げ調節します。
またこの段階で顔の大きさに似合う長さの調節をします。アウトラインがカットできましたら、バックをガイドにフロントサイドのアウトラインへとつないでいきます。ここももちろんオンベースでカットします。反対側も同じようにカットしていきます。今回前髪は短くしたいのでディスコネクションでカットします。このように前髪下の部分をブロッキングで取ります。横幅はトップセクション、目尻の上がったラインで取ってありましたので、このままで OK です。前髪が薄くなるように上に引き上げカットしますが、はじめはセンターでガイドを作ってからパネルを引き上げカットしましょう。このガイドを目安にパネルを引き上げカットします。前髪部分を今回は短くギザギザにカットします。次はモヒカンに取り、先ほどカットした前髪より長くなるように目安を見つけてこのようにカットします。センターで分けてトップ横側もセンターに引き寄せカットします。センターに集めてカットできる髪はカットします。反対側も同じようにカットします。トップセクションは前髪の長さを残してバックのガイドとつなぎます。
次に前髪部分を分け取り、サイド部分とパネルを引き上げつなぎます。反対側も同じようにカットします。次に前髪部分をギザギザにカットします。前髪長い部分もギザギザにカットします。前髪だけディスコネクションでカットすることで柔らかさと女性らしさが表現できます。前髪の長い部分とサイドはつながっていなくて OK です。次にバックヘムライン部分を2パネルぐらいこのようにカットしておきます。こうすることで襟足部分に締まりが出ます。こちら側もこのようにカットします。ここに締まりが出ます。襟足もここの角を取ります。こうすることで柔らかさと首を細く見せることができます。反対側も同じようにカットします。首が細く柔らかく見えるようになりました。ちょっとしたことですが、ここの処理の仕方によってニュアンスが変わり、デザインが生きてきます。今回はブラントカットしただけですが、これをウェットの段階から毛先に動きや立体感が出るようにカットすることでドライカットしたような仕上がりになります。ウェットカットの出来上がりになります。では乾かして仕上げてみましょう。仕上がりました。前回カットしたスタイルで少しそがれていましたので動きが出せました。ではこの状態からドライカットしていきます。バックからドライカットしていきます。襟足の表情付けをしていきます。バック中心部、髪を浮かせた場合、毛先に表情が出るように考えながらドライカットしていきます。襟足部分を分け取って襟足の流れの表情を作っていきます。すでにそがれていましたので、両サイドの毛先を見ながらドライカットしていきます。次は中間のブロックです。毎回お話ししていますが、ここは上下から紙に押されて動きが出にくいところですので、根元3分の1からそぎを行います。場所によってはウィービングの要領に空間を作るように入れていきます。パネルの引き上げ角度は上に引き上げるとぶつ切りしたところもレイヤーになっています。なだらかになります。
基本はカットした時の引き上げ角度と同じように入れていけば良いでしょう。トップ部分は毛先中心にドライカットします。フロントサイドももみあげ部分をブロッキングして毛量調節と毛先の動きを重視したドライカットをします。トップ部分も毛先中心にドライカットしていきます。反対側も同じように入れていきます。フロントサイドは毛先をチョップカット風に入れて、毛先の表情が出やすいように入れます。トップも毛先に入れていきます。トップは毛先にチョップカットしていきます。できましたので、全体の髪を動かしながら動きが不自然なところがないかチェックします。軽くオイルをつけて仕上げます。仕上がりです。軽くアレンジがしやすくなりました。左がウェットカットの仕上がりです。右がドライカット後になります。横から見た感じですが、ドライカット後はかなり動きが出て軽やかになりました。ウェットカットの段階でもこのぐらいの軽やかさは作ることができます。そうするとかなりの時間短縮になります。はい、今回は丸みのあるショートレイヤーをオンベース主体でカットしました。
これは丸みがあり、前髪をディスコネクションでカットしたことで、ショートレイヤーでも若さが出たスタイルに仕上がっています。メンズヘアでも使えるショートレイヤーです。誰でも簡単にカットできるよう、カットする工程をできるだけシンプルにしました。僕の美容経験が皆様に役立つチャンネルになれば嬉しいと考えています。では、今回の動画が参考になりましたら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また、概要欄に過去動画も記載していますので、よかったらチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。